こん海は皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。なんと今回うさぎの海チャンネルのロング動画本数がめでたく100本を超えまして、おばあに言われて急遽プレミアム配信することになりました。おめでとうございます。おめでとうございますって自分たちで言う。何がめでたいのかわからない。ね、2021年3月から去年の3月から、始まりました海チャンネルですが、本当のんびり週に1回ぐらいのペースでね、ぼちぼちとやってきましたが、それも、少しずつ積み上がって100本そうね、最初やり始めた時にまずは100本目指そうかってなんかおぼろげに言った記憶があるので。言ったっけ？言ってなかったっけな。なんか100本できたらすごいよねって言ってたような記憶もなきにしもあらずで、YouTube の世界ではね、何せ毎日せっせと動画アップして、あっという間に何千本とか、なってる方が何たって多いので、100本なんてのは本当に決してね、すごいものでもないとないんですけど、ここまで続けてこられたのも皆さんがですね励ましていただいたりですね、楽しんでいただいたりですね、レスポンスをいただいたりと、ほとんどそのお相手はおばあがやっておりますけれどもですねそのおかげと実は、私も思っておりますと惜しい、本当にね動画を作るだけであんまり表に出てこないですが、恥ずかしいんだもんね、本当いつも皆さんに楽しんでいただいて、面白がっていただいて、励ましていただいて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回は、秋のにわんぽ、半年ぶりになりますが、久しぶりににわんぽの様子をご覧いただきながら、一緒に楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それにしても今年の夏は雨が多かったと。多かった。とんでもない。ねえ、春のにわんぽシーズン、高原なので夏も結構涼しいから、もしかしたら夏もにわんぽできるかななんて思ったら、毎日雨が続き、絶対に一日のどっかでは雨降ってたもんね。1ヶ月雨が続いた感じだよね。なんかだから朝晴れてても夕方降ったりとか、一日中雨降った時もあるし、だから庭がいつもびっちゃびちゃでひどい。海なんか出したらやばそうって感じだったもんね。結局一回も出せずに、春から半年経ちました。10月に入ってからかな、晴れた日が増えてきてさ、なんかいい感じ、そろそろいけるかなって感じになったのね。ね、天気も毎日つけてるけど、秋になって1ヶ月間、もう1ヶ月以上かな、全然雨が降らない時があって、あったね。極端本当に今年は極端な天気だったけどね、秋になってやっと紅葉も綺麗になって、やっと過ごしやすくなって、いよいよ来ました。にわんぽの季節です。ということで紅葉のね、ものすごく綺麗な時期に海に、暴れていただきましたということでございます。さて、ということで今回もですね、ちょっとにわんぽスペースをバージョンアップしたと。バージョンアップなのかな結構いろいろいじったということですね。じゃねえよ、おめえもやっただろうということで、どっから行きましょうか。そうですね、まずは切り株から。切り株を埋めましたと。直径どのぐらいこれ？20センチぐらいあるか？いや、30センチ、あるか。大きいのは30センチぐらい、細いのもあるからね。大小いろいろ。これは実はですね、地元の道の駅で、コナラで、なんだろうあれは
いろんなこう彫刻みたいなことやってるおじさんがいて、木こりのおじさんね。木こりのおじさんがいて、その方のところで話を聞いてたら、いろいろなんですか、裏にあるから好きなの選んでけっていう本の話をいただいて、もう、譲っていただいた感じ。本当にそれをありがたい。結構いろいろあったもんね。ねえ、本当まさかリアルのこんな切り株がもらえるなんて思ってなかったので、テンション高くなってこれはもう海ちゃんのニワンポスペースに埋めるしかないと。ね、うさぎさんもともと高いところが好きだから、海もご多分に漏れず、よくチグラに登ってますが、最近チグラの上で寝るっていうすごい技を見せるので、なんであそこで寝れるんだって、ね、でこの切り株の上で、ウタッチしたら可愛いんじゃないかなとか、そうこう切り株から切り株へね、ぴょんぴょんとぴょんぴょんぴょんってジャンプした。まさにピーターラビットの世界じゃないですか。ピーターラビットってそういうことすんの？いや、なんかイメージ適当ですよね、言ってることが基本はね。あとはこうね、切り株と切り株の間をすり抜けて走ったり、こうスラロームっていうの、そうワンちゃんでよくあるじゃん。こうね、ポールとポールの間をうまく、俺はね、その間を掘るんじゃないかと思ってるわけ。掘るから、切り株と切り株の間を掘ると、そうで、なんか自分の住みかを作ると。いや、そこまでの穴掘りうさぎだけどね、どうだろうね。多分上が平らなの、庭って基本斜面だから、庭が上が平らだから、ちょっと休むのに日向ぼっことかにいいかなと。切り株のを平らにしたから、そこでちょっと休めるかなっていうね。いいんじゃないかなと。さあどうでしょう、これは。見てみていただければと思います。これはいたずらだよね。葉っぱの落とし穴みたいなものをね。落とし穴というか、なんか葉っぱのプール。そうね。よくさ、ほら牧草プールってあるじゃん。ワンちゃんのプールビニールプールみたいなところに牧草いっぱい溜めて、そこにほらうさぎさんがダイブして食べ放題みたいな、そういうのに近いというか、それをものすごく小さくして葉っぱでやったって。余ってた、あんまり大きくないその植木鉢ね、で深さも手首もないんだよね、のぐらいのやつを、埋めてですね、そこに葉っぱを入れて、他の地面よりちょっとだけこう葉っぱが深くなってると、おっとっとってなんないかなっていう葉っぱに埋もれてズボってなると。ほら前のさニワンポの時も結構葉っぱに突入して潜ってって遊んでたじゃん。しばらくね出てこない時あったからねどこ行ったみたいなさ、葉っぱの中で遊んでくれるといいねっていうやつです。はい、そして砂場もちょっと変わってませんか？なんていうかバージョンアップでしょ、やっぱり。なんで変わったんですか砂場？バージョンアップでしょ。違うでしょ。元の砂場おじいが壊したんですよね。海がね。いや海がこう踏み抜いたんでしょ。おじいが、踏み抜きました。そんなこと、覚えてないですね。そんなこととぼけてどうするんですか？いやほらさ、要はこの後に出てきますけど、そのお花をやった時に、ホースで水をやるといった時にかなり遠いところから引っ張ってくるわけですよ。なるほど。で引っ張ってくる時ホースは気にしてたんですね。足元は見てなかったですね。で踏んじゃったと。そしたらバキッと。だってすごい音したもん。バキッって言った。って思ったら。プラスチック板がね踏み抜かれてて、海も結構ね体重重いからね、あんな感情のプラスチック板もぶち抜いちゃうんですね。おじい80キロあるからないギリギリない、ギリギリじゃない、結構ない。確かに人生最高体重だけど今で慌ててやばいと、
このままじゃやばいと言って買いに行ったと。なるほど、はい、で同じものがなかったんだっけ？そうなかったので、まあ、ちょっと小さくなったんですね、大きさとしては。まあね、どっちみちね、海ちゃん砂場で遊んでないから。じゃあいらないじゃん砂場で、まあ、ただ一応作ったし、もう一回リベンジ砂場縮小版で今度はね、こう表面積はちっちゃいんだけど、深いんですよ少し。なるほど。でその分、まあ、砂が入ってるわけですよ、でだから掘ったら掘りがいがあるわけですよ、いやー遊んでくれるといいね掘ってみないと分かんないけどね深さなんて水場もですね実は新しくなったんですよ、はい、ほうなんかでっかいくない超でっかいんですけど多分ですけど本当はワンちゃん用なんじゃないかなこれって思います。てか間違って買ったんだよね。おばあがね。おばあじゃないよ、おじいだよ。あ、海がね。海じゃないよ、おじいだよ。いやさ、ヘアンポで使ってるなんていうんですか、三光さんのドーム型のやつ。ドームサーバー。そうそう、あれがまあちょっとそう水漏れしやすいじゃない。もともとね、もともとあれポンコツだからさ出たでなんていうのもっといいのないかなと思って代わりにと思って買ったんですよあれ。で届いたらなんかねやたらとでかい段ボールが来たなんでこんなにでかい段ボールで来たんだと思って開けてみたら中身もでかかったっていう。ポチるときに寸法見ないの見なかったんでしょうね多分こりゃいけるわと思ってなるほどポチっちゃったらなんかやたらでかいのが来たのでしょうがないからじゃあにゃんぽ広場で使おうかとだってさ外だったら大きさ関係ないじゃん。海がほら飲めればいいんだからにしても大きいよねそうね海の上半身びちゃびちゃになるぐらいでかいからいやまあ海ちゃん今までもねにゃんぽ広場でお水は飲んだことないからまあ一応置いとくという感じですか。でかいから遠くからでもお水があそこにあるなって海に分かる。どうだ見えるといいねムカつく今回もお花も新調したということなんですよね。はい、はい、また行きつけの近所の安いお花屋さんで見繕ってきました、あそこいっぱいあるもんね。まあ、テンション上がるんだよね行くといやだからさ君がさすごい広い敷地をもう全部見るから大変なのよついてくる。そうで結果わーってテンション上がってかわいい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 って言ってで最後に値段見てダメって言ってまあ今回もねちょっと安いお花を、可愛くコーディネート言えないしてみましたと。はい、じゃあ一個ずつちょっと紹介していきましょうか。はい、まずはこちらの鉢からなんですけれども、まあ基本的にはこれ3種類入ってるってことでいいのかな。そう、基本的に3種類で1つの鉢というか鉢を作ってみましたこれだっておばあがねちゃんと自分でこうバランス見ながらなんていうの埋めてくっつうの植えてったのかな、入れてただけでこの後ろにあるまず白いのあんまり見たことないんですが、これは、白鯛菊っていうもの。菊なのこれ。知らない。そうかも初めて見るけど。私も、今回名前を初めて見てなんかトナカイの角っぽいというか。確かにね、クリスマスシーズンが近いからかもしれないけど、このシルバーリーフっていう種類の白鯛菊がいっぱいあって、で今回はそのね寄せ植えにいいかなっていうので。そういえばこのトナカイみたいなんじゃなくてなんかケバケバしたのとかでもこういう白っぽいなんか飾り葉っぱみたいなのいっぱい売ってたよね。
多分そのクリスマスリースとかクリスマスオーナメントに合うのかな。まあ、ちょっと雪降ってるみたいな感じ。そうそう、雪降ってるみたいな感じでね。なるほどね。うん。ほう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 。でこっち側にあるこの黄色いのが、はい、はい、これが、よく咲くスミレのパイナップル。よく咲くって言い切ってるスミレなんだ。そう、なんかねこれもパッケージというか、に書いてあったんだけど、なんかスミレらしい。俺そもそもスミレとパンジーの違いがよくわかんないんだけどさ。ごめん、私もわかんない。しかもこのパイナップルって何？いや、パイナップルの色に似てんじゃない？ちょっと黄色が深いというか、赤みがかった黄色というか、鮮やかだよね。そう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 。なるほどね。まあなんかイメージ的にはパイナップルっていうよりはマンゴーだけどな。そうね。うん。光ってるしね。ピッカピカだよね。なんか強いよね。強い。推しの強い。なるほど。なんか海がよく食べてるライアンくんのお皿の色に似てる。ちょっと赤みがかった黄色というか、強い黄色っていうかね。確かに確かに。美味しそうな黄色。色入れてますが。に行ったりして。でこっち側にあるこの紫色か。はい、これは札にはももか。人の名前ですな。確かにももかちゃんっているね。ももか。何ももかってそういう花なの？これもねまあ、調べてみたらビオラの一種って出てきたよ。ビオラって何？ごめん、私もねスミレもパンチもビオラも同種っぽいかなと思うんだけど。同じなんだね。あ、そっか。同じなんつったらいいの？科とか種属とかの中の、まあ要は似たようなものってことか。まあ絶対覚えられないと思うけど。ビオラなんてね、ビオランテしか浮かばないのよ、おじさん的には。何ビオランテって？ゴジラと戦った怪獣。いや結構ですそこは。で3種類と、はい、紫、黄色、白で3種類、でこっちの鉢は赤、黄色、白で3種類ですな。だから、黄色と白はまあ同じなわけで、このめちゃくちゃ鮮やかな赤ですな。これ何？これはねプリムラ。もう全然わかんない。初めて聞いた今。何これね、お花としては結構メジャーらしくて。まあ確かにこの形の花はね見たことはある。なんかね桜草っていう花の、一種類というか。きっとあれだよね、いわゆる俺たちが春に見る桜とは全然関係がないということなんだよね。多分ね芝桜の桜っていうか。そうか。桜草って。あ、そうなの？その一種類みたい。多分ね。へえ、もう全然わかんないっす。まあふわっとね、この辺りは2人とも園芸詳しくないから。なんとなくね雰囲気で選んできてるという感じ。はい。でもう一種類がピンクに置き換わってると。でこれもねプリムラらしいです。あ、同じやつ。あ、色違い？でも形もだいぶ違うよね。なんかねこれは咲く前というかちょっとつぼみがかってて、でこれが咲くとそっちの煮るんだ。赤いお花っぽくこう開く。なるほど。もうこの色もさすごいピンクが鮮やかで光ってるよねっていうか、もうこうグッと立ってくるよね。なんか秋冬のお花ってちょっとこうお花も肉厚というか、ハボタンとかもポインセチアとかもそうなんだけど、あれがそうなんじゃ。シクラメン。シクラメン、確かにここのちょっとね寒い時期にも耐えれるようにお花も強くなってるのかなとか。庭も海もそうだけど茶色だらけなのでとってもねこう立ってていいと思いますよ、本当に。で最後がポインセチアか。はい。もうこの季節ですな。季節です。はい。でシクラメンね、有名なシクラメンとちょっと悩んだけど、ちょっと今回はねポインセチアにしてみました。こっちもね赤がね、すごくこのシーズンのクリスマスの赤って感じでいいんじゃないかなと思いますけども、まあ彩り大魔王のおばあとしては
今回のこの選択にはどういうこだわりがあったんですかね。ちょっとさっきおじいも言ってたけど、この時期本当に枯れ葉で庭が埋まっちゃって、全面茶色の世界なので、で彩り的にねちょっとこう、華やかにしたいな。それは春も一緒か。春も茶色だったけど秋も茶色だったので、海も茶色だから、海ちゃん的にはね色なんて関係ないなって感じだとは思いますよ。もともとねうさぎさんはね青とか緑は識別できるけど、赤とか黄色は食べ物じゃないんでしょ、きっとあいつらにと。赤とか黄色はね見えにくいらしいです。だから関係ないね海ちゃんには。でも鮮やかにしたかったんですよ、自分がね。はい。色で選んだということですね。はい。はい。いました。ということで、はい。色じゃねえ花でございましたと。さて実はメインイベントはこれでございますと。ほう。メインイベント。メインイベントはこれでございますと。いきなり段ボールが届いたというやつなんですけれども。またこれがでっかい段ボールだったね。いやー、こんなでかい段ボールが届くとは思わなかったんですけど、開けてみると出てくると。ピーターラビットですよ。おばあがまた突然にねやってくれたという感じですけれども。いや今回おじいでしょ。いや違いますでしょ。こういうのあるよって見せられたからなんか欲しいのかなと思って。いやだから買ったのはおじい。いやだからそれはアマゾンの決済の問題だけでしょ。またポイントがね溜まってたからね。出たよ。本当によく人のポイント見てるよね。狙われてるんだよねきっとね。ポイントゲッターですから。ポイントゲッター。なんだそれは。使う意味間違ってるよね。これ結構ね大きいね。大きいよ。本当に大きかった。ほとんど海と同じ大きさだからね。確かに。なんかねこれね発注するときこんなでかいと思ってなかった。まだサイズ確認しなかったんですか。しなかった。しないよね。するの普通の人って。しないね。しないよね。写真の雰囲気だけで買うよね。だから失敗してメルカリで転売とか違うのかな。そんなのないけど、だから海の顔の大きさとほぼ頭の大きさは一緒なんじゃないかなと思うんですよ。ということでこんな感じで置いてみましたと。もう大きいから遠くからでも結構見えるとね。いいかも。なんかレイアウトの中心に庭ポスペースのね、ここが中心ですよって感じがするんじゃないかなと思うんですよ。だからこれねうちはうさぎさんのね、要は庭ポスペースとして使ってるけど、普通のうちの庭のガーデニングにね置いてもすごくいいんじゃないかなと思うんだよね。なんかしかもねランプがついてるから夜もちゃんと光るんだ。これが光るんですよ。しかも太陽電池ですから入れ替えなし。もうメンテナンスフリー。いい、結構明るかったりするねこれね。なんつうのかな、周りがアクリル板なんで、電球の明るさが思いっきりガーンと直接くるやつなのね、タイプとしては。ほわっと明るくなるんじゃなくてめちゃくちゃ明るい。だからそうだな、外でバーベキューなんかやるときとかに横に置いといたらそれはそれでいいかもしれない。確かに、これに補助のねランタンとか使えばいいかもね。いい雰囲気になるんじゃないかななんていうふうに思うんだよね。だからねこれねもう値段完璧覚えてないんだけど俺いつものように適当に買ってるからポイントですしね。そう全然覚えてないんだけど、なんかそんなばっか高くなかった気がするんだよ。だから結構みんなねちょっと飾りに庭とかあと玄関とかねいいんじゃないかなと思うけどね。さあポイントは海がこれに絡みに行くのかどうかですよ。なるほど。ぜひ絡んでほしいね。行かない方に500万って。そしたらほらピーターラビットとツーショットみたいなね感じの。確かに初めてこう見せた時にはね、結構興味は示してたので、ちょっとぶっちゃ立ってたし仲間と思ってくれて
まあかじるのだけやめてもらえればそうまあ結構硬いプラ製なんでかじったところで多分全然大丈夫。歯が立たないと絶対歯が立たない。大丈夫だと思いますけどね。遊んでくれるといいね。いいね。何なんだその言い方。ということでこんなお庭になりましたということでございます。おお、はい、看板も、秋バージョンにしてみました。まあ、とって言っても庭のどんぐりとね松ぼっくりをいっぱい落ちてるからね。そうポチッとしてみただけなんですが葉っぱも山盛り。あれさ、君あっちこっちからすごい集めてきてたよね、庭中の葉っぱ。っていうかさ、うちって葉っぱが落ちるとなんていうの、歩くところも分かんなくなるぐらい葉っぱ積もるじゃん。そうで通路を確保するのに葉っぱを集めてきて、そうで海ちゃんの庭んぽスペースにポイってする。バサッと、そうバサバサバサッと、なんでああいうことは一生懸命やるんでしょうかこの人。何でも一生懸命。嘘をつけ。まあね、遊んでくれるといいね。ですね。はい、ついに、海出ましたみたいな感じ。はい、半年ぶりのお庭だよ。ペコペコペコって。もう全然ビビんないのねこの子。まあ庭んぽスペースにはキャリーにね入れてポイって出すんだけど、まあ、ビビんないよね。10歩ぐらいで来るからね、庭にはね。そう近いからね。近いから、体重測るのかなと思ったら庭だったって。で今回も体重測定ね、日々やってる体重測定の後にお庭に連れてきてそのまま出しちゃったっていう。ねえ、たら「はいなんかなんじゃこりゃー外!」伸びてる長い。あれ海ちゃんの身長は52センチ。うわいやこんなにここに届くって俺想定してなくてさ。確かにね。だいたい柵に登るっていうのを想定してないから。いやそれはねもうこれまでも何度もあるんだけどさ、いやなんかそのポットに届くんだと思って。これはなんか緑のやつが生大津兵が植わってるから、それの匂いになんかもしかしたら本当違うか感じるかなそんな距離で。どうだろうね。すげえけどな。もうミヨーンってびっくりしたんだから届くんだと思って。いや見事に葉っぱに埋まりましたよ。そう秋が来ましたね。秋はね、ナス秋良かったよね今年はね。今年の秋はね、本当お天気が良かったし、あと何しろね紅葉が綺麗だったよね。綺麗だった。夏グズグズだったからさどうかなと思ってたけど、秋ほんとよく晴れたし、やっぱこの辺り結構もみじが綺麗なところがたくさんあって、もう毎日ねそのもみじを見に行ってツイッターにアップしたりとかしてました。見に行くとさ観光で来てる方々もなんか見てたりしてさ、なんかこう一緒にこう綺麗ですねみたいな感じができていいよね。いいですよねってね。近所の人にそこでばったり会ったりとかさ、みんな同じもみじ見に来てる。まあ、観光も良かったんじゃないの今年はね。コロナ禍でね2年ぐらいはずっと自粛が続いてたけど、今回の秋はね本当結構人手も多かったしね。そう思うなんか良かったんじゃないかな。那須はね温泉もこれからいいしね季節的にね。紅葉を見ながらの温泉なんて最高じゃないですか。そうだよ本当いいんじゃないかな。露天っぽいとこもあるし、入るかな。入った。
よし、ほれ。あれ？いや今何してんのあんた。あごすり？今あごすりしたよね。あ、してる。ほらしてる。あれ？珍しい。部屋の中でしないけどね、あごすり。あ、これ自分のものの主張かね。もしかして。いや、それ君のものでいいよ、別にあげるよ。好きにしてくれ。なんで枝なんだ？他にもなんか自分のものにしていいものいっぱいあるだろうに。ね。今回のお庭は逆光が綺麗に撮れてない？いや、確かにね。朝割と9時ぐらいか、だったから光がちょうどよく綺麗にね、入るよね。なんかキラキラして。いや、なんかさ、海の背中ってツヤツヤじゃん。なんかね、ハレーションを起こして光っちゃってんだよ。結構。なるほどね。本当だ。ピッカピカ。ピカピカ。もうピカピカの中をビュンビュン走ってて、カメラが追いついてないと。尻尾しか映ってませんでしたけど。早いんだもん。もうザクザクいくね。ザクザクいくよ。これピーター・レビットと一応共演してる？ツーショットなのかね。ツーショット？ほら、海とほとんど大きさって変わんなくない？変わんない。面白いね。おかしいよね。あ、見つけちゃった。食べちゃった。大好きなやつ。覚えてるもんだね。覚えてるもんだよね。一応お庭には食べれるものとして、イネ科の笹とさっきのマメ科のおやつしかないからね。あとは全部むしっちゃったからね。あれ、今回なんか砂場人気なのかな。どうなんだろう。砂を掘るというより木をクンクンしてる。周りの木に興味あるよね。これも一応新しい木だからな。あ、そっか。だからちょっとクンクン匂いを噛んだりしてんのかな。あごすりした。あ、そっか、新しいからか。これ割と切って多分 2,3 日ぐらいのやつだから。食べてる。いや、そんな枯れてんのか食べなくても新鮮なのあるだろうに。まあだって牧草なんてほとんど枯れてるようなもんだからね。硬いの。乾燥させて。乾燥させてね。確かに。まあ食べて走って食べてみたいな感じ？っていうかさ、身軽だよね。ほんとぴょこんだもん。尻出た。尻。のれ。切り株はね、本当はなんか、今くぐったよ。くぐったっていうか通っただけだけどね。通っただけか。間をね。そう。でもいいんじゃない？こういう感じがいいんじゃない？一応これって切り株は成功？そこで飛べ。あれ、一応乗ってくれたよ。いいんじゃない？なんかただの通過点にしてる確かに気がする。あんまりなんか切り株があることを意識してる感じしないけど。なるほどね。まあ葉っぱは結構深く入ってるから、多分厚さにして10センチ近くそんなあったっけ？あると思うんだよね。だからその中で休憩ポイントにはなんかちょっとねなってる気がするかもしれない。これは鳥さん？結構この日ピヨピヨいろんな鳥がなんかとっかい引っかえ飛んでたから、ね、どこから声してんのかなみたいな。見てる。なんかさ、でもさ、まあ明るいせいもあるけどさ、こう目ちっちゃくなっちゃってんじゃん。なんか獲物を狙ってるみたいだよね。いや、草食系ですけど。肉食動物みたいに見える。
飛ぶ。おー、なかなか庭だとねこういうジャンプは見れすごいよね。部屋だと見れないのか、部屋こんなに飛んだらすぐね、終わっちゃうから壁から壁の距離が、そんなに広い部屋じゃないので、興味あってもなんだなんかいる本当はね春の後にももうちょっと出せたらね海ちゃんももっともっと慣れて、うちらもバーベキューなんかしながら海ちゃん見たりとか。いや無理そんな余裕はない。そんな余裕はないいやだけど今年一回バーベキューやってないやろ。いやそれはもう雨のせいですよ。雨。そう一回も。だってバーベキューやるとこ作ってあるけどさ、びっちゃびちゃだもんだって。ね、それが乾いたらやろうかなと思ってるうちにまた雨が降ると。そう、まあ、今はできるけどね、まあでも結構さ観光客の人はやんないけど真冬の寒い中バーベキュー面白いよね。結構寒いけど全然いけるっていうさ、また伸びてるよ。よく届くなそこ。美味しいもののためなら頑張れるんだよきっと。だってこれ前足だけでだよ。確かに伸びてんだよ。長っ。首だけ伸ばしてんだよ。野生のウサギっぽくないなんか奥之島にいる。奥之島でも生きてけっかなこいつねえ、なんか元はといえば奥之島のねウサギさんのビデオを見て、なんか可愛いな、もう一回ウサギさんを迎えしたいなって思ったもんね。つうかさ、奥之島行くとか言い出すからさ、言ってたやばい出たやばいこと言い出したほらと思ってさね、でもコロナ禍でね断念したんだよね。そう、でも遠いよ結構。遠いまあ里友さんで結構やっぱり奥之島行ったりとか、YouTube で配信してたりとかもする人もいるから、そういうのを見て楽しんだりしてる。確かにね、ご夫婦の写真家の方のね、歌さん、すごいよねあれ。来年は2023年なので歌さんの写真集、カレンダーがね、カレンダーも写真集並みのクオリティのカレンダーを来年は買ったので、1年間はその奥之島のうさぎさんも一緒に、過ごそうかなと。なんか頑張ってああいうクオリティの高い写真撮ってくださいよ。いやー頑張りますけど頑張るんだ無理っていうのかと思ったあれは難しいよね。すごい望遠で撮ってるしね。所詮 iPhone なんでまあね、そうっすねなかなか難しいっす。そうっすね。いやー、おー足ビョンついていけてないっす。追い切れてないっすでそういえば海ちゃんをお迎えしたペットショップ、この間行ったらうさぎさんの販売をやめました。書いてあったね。いいことだよあれ。なんかさ、店頭にはほら鳥なんかもピヨピヨうっさいしさ、なんかうさぎかわいそうだなと思ってたんだもんね。すごいうるさい中にうさぎさんがね展示されてて、よくないなと思ってたけどやめてたよね。すごくいいよね。よかったよね。今後ねペット業界も変わっていくのかもしれないよね。ストレスでしかないもん絶対。でやっぱねうさぎ王子のしもべさんが漫画にしてくれてたんだけど、その島中この辺りにはないけどホームセンターがあって、そのペットショップの島中さんがその人とペットの共生社会を目指そうっ
というので、島忠さんとその保護動物を結びつけるプロジェクトっていうのを始めたらしいんだって。なるほど。うん。すごくいいくない？なんかワンちゃんも猫ちゃんもみたいなことを。そう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 、ね、うん。あれでしょ、生体販売やめたんでしょ？やめた店舗もあるらしい。そう生体、店舗をやめた代わりに、そこの場所でその保護動物さんとのマッチングサービスを行う。ね、ちょっとホームページで、言ってるので、興味がある方はね見てもらったらなと思うんだけど。いいと思うよ。すごく。やっぱりなんていうのかな。そういう結局出会いの場があればさ、そうそう、いいと思うし。だってお店の方だってさ、なんかそのなんていうの、ちゃんとこう管理をしたりとかっていうすごい手間かかるわけじゃん、真面目にやろうとすると、それ考えたらね、そんなことするよりもそうやって社会貢献的なことにしてしまった方がよっぽどいいと思うし、で、実際うさぎさんの生態って一回買ったら終わりだけど、実際うさぎさんと生活してみて分かるのは、うさぎさんと暮らすためには毎月毎月結構な費用がかかる、例えば牧草にしても、ペレットにしても、おやつにしても、その必要最低限なものだけでも、そのなんか生態ね、うさぎさんの本体よりも何百倍もかかってるんだよね、本当はね。だから保護されたかわいそうなペットさんをお迎えして、でそのもともとペットショップだったところで、なんていうんだろうね、その消耗品というか、を買っていくっていうのが正しいのかもしれないね。全然その方がいいと思うけどね。お、来ました。プルプルいや、その手で拭いてもそこは汚れてる変なこと心配しちゃう顔くする前には絶対クシュクシュするね。プルプルするね。あれさ、ちっちゃい時じゃん、うち来たその時にさ、要は親離れしてすぐできてるじゃん、でもしてたよね。修正なんだろうね。修正。これは何？足プルは何？足プルわかんないな。蹴る時なぜかね、プルプルってやんだよね。そう、なんか誰も教えてないのにさ、こうプルプルってやるし、なんか今でもやる行動のほとんどはもう赤ちゃんの頃してたなと思って。確かにね、誰にも教えてもらわなくてもね、できるっていうね、そこがすごいなと思って、イエーイすごいな、砂を蹴り上げていったぞ。いや iPhone ってさ、ちゃんと映るのね、ああいうのもピントが合ってればだけど、大したもんだなと思った、なんか。今回の撮影は通常のスピードのものはおばあの iPhone で、でこういうねスローの撮影はおじいの iPhone で、あんな高く飛ばなくてもいいのにね飛びたくなっちゃってんだろうけどね、嬉しいってなっちゃってるのかもね。全然切れてますけど無理あの速度でついていけないよほらなんかカメラが追いついてません、海ちゃんの行動に全然追いついてない慌てて追いつこうとして。頑張ってください、おじいあんただって言ってないと思うんですけど結局ね、2人で海ちゃんに翻弄されてるよね。ずっと、一生懸命カメラで追っかける。で不思議に部屋にいる時って「なでて!」って来るじゃん。来る。だけどお外にいる時って来ないよね。で勝手に興味のままに遊んでるよね。確かに。
そうそばに来てもさ、来たから撫でてほしいのかなと思ってさ撫でようとするとプイっていくじゃん、下の方で葉っぱで遊んでたりとかね。そう、面白いね。もう遊びたいことで頭がいっぱいな子供と一緒だね。新しくて面白いものがあるともうそっちで頭いっぱいになっちゃう。いやよく走ってる。いやもう日頃の運動不足解消。いやだからねこうできればもっとね、出してあげたいんだけど、天気がねやっぱりどうしても晴れの日が 2,3 日続かないと葉っぱが乾かないからね。庭がねちょっと乾かないので。で小春日和でその日自体が寒くちゃダメだしね、やっぱり暑くてもダメだし、おじいとおばあが予定が入ってなくてするとなかなか出せないよね。ほらちゃんと今一瞬でした。今一瞬で終わった。こっちにいる時間の方が長いっていうさ、やっぱ葉っぱの中の方が楽しいんじゃないの？楽しいのか、じゃあ全部葉っぱまみれにしてどんだけ葉っぱいるんだうち中の葉っぱ持ってきたってそんなにいっぱいないぞ、分かってんのかなポインセチアとか。分かってない食べられないように一応ね窓枠は作ってる。全然さ行かないね。行ってないね。クンクンはしてるけど、見えてないかもしれない、もしかしたら。赤だから。そういうこと？そう。まあよく見えてないレベルらしいけどね。ほらプルおじいが好きなやつ。プル大してやってないんだよ。やってない。あのぐらいなんだなと思って。まあこの時はたまたま少なかったのかもしれないけどさ、なんかもっとすごい激しくやってるイメージだったから。確かにね。このね顔くしは本当におばあちゃんだよね。背中曲がって魔法使い杖持たせていいよ作ってもすずりでマウント着せてそればっかじゃん。もうちょっと可愛いのお願いしますよ。可愛いのかいいよお前。可愛いのはさお願いしたいなエラビューさんとか。なるほどね。おじいはちょっと面白い系で自分のセンスにあんまり可愛いのないなんかねギャグとかの方がいいな。いや一生懸命顔をクシュ、けど鼻周りしかクシュしてない気がするよね。そうなんだよ、そう最近さ部屋の中でもさ、あんまり顔全体をガシガシやってなくない？なんでだろうね。耳はねティモテするけど、なんか前みたいにさ顔のこの奥の方とかさ、あんまりやってないんだよね。ちゃんと顔洗え言えてない、ほら本当だ。もう邪魔になるとバキッて邪魔まだでも何回か出せるかな。ねえあったかい日が続くといいね。お花が枯れる前にまあそうね寒いからね、霜なんかここあんま霜降んないけど降ったらアウトだからな。雪降るかもしれないしな。今なんか切り株2つぐらいポンポンってなったよ。なんかちょっと長めにいるぞ。ようやくそこが安定してるって気づいたか？切り株の上ちょっとざらついてるからさ安定すると思うんだよ。なんか滑らなそうだよね。ニトリの切り株と同じぐらいの大きさ？あれよりはちっちゃいか。あれよりちっちゃいかな。本物の切り株だからねこれ。なんか切り株似合ってるよみちゃん。やっぱりね同系色だからね。画面 100% 茶色いんだけど。茶色い。他の色がない。なんだっけうさぎ配信してる方々ってさ可愛くしてたりすんじゃん、結構なんか一切そういうのない
ナチュラルすぎますかね。いやこれからもナチュラル派でいきましょうよ。派でいくっていうよりもそれしかできないっていう、確かに掘れそこだ掘るんだ。海ちゃんの砂場掘る絵が見たいよ。っていうか掘ってんの一回も見たことない、なんか掘るもんだと思ってないんだろうな。あったかいのかねぽやってね。ああ日が当たってね、ありえるよね、なんだよ、もう平安ポスペースの藁とかあんなに掘るくせによそうだそうだ、もう藁穴だらけだよ本当に。もう藁は何枚あっても足りません。ボロボロ、ビヨン。これも取れてませんお尻しか入ってません。お尻しか入ってません。ここね海の身長からすると結構高いんじゃないかと思うわけ。そう、なんか頭出るぐらいしかの高さあるから、そこ一気に飛べるっていうさ、猫かって思うよね。まあほらいつもチグラの上登ってるから。チグラはどのぐらいだろう、30センチぐらい。ああそうか、でもチグラと同じぐらいか。いやチグラよりも低い、全然低いと思う。そうですか。よくチグラにポイポイ登るよね、確かにね。見返りウサギ見返りウサギ、見返り美人みたいな感じ。見返り美人っていう、そういえば T シャツのデザイン作ったけどまだ出してねえな。あれお蔵入り、いつか出そう。なんか見返りウサギとかっての作った気がするんだ。ですよね、顔とさ尻尾が両方見えてさ可愛いよね。尻尾にそんなに僕はそう、いやうさぎのしっぽさんにはお世話になりました。あ、違うそういうことありがとうございます、入選いただいて。いやそう今回は、なんで急遽やったかって100回記念だったもんね。そうだよ。そうだ、これはまだいいのか。何が100回いったってねショート入れたらもっとあるしね。そっか、いけ。しかしよく疲れないよね。なんか帰りたそうにしないからすごいなと思って。なんか時計見ててさ、そろそろ帰らせようとしなければずっと遊んでるよね、きっとこいつ。ずっと遊んでんのかな。自分で寝るか、どっかでコローンとか寝たりするのかな。まださすがに外で寝るっていうのはやったことないね。ということで久しぶりの2ワンポでございましたと。でした走り回る海でございました半年ぶりにね、海を帰ってきたらすぐにゴローン。あれだけ走りゃそりゃ眠くなるでしょ。なるねなるでしょね、ほんと遊びに行ってはしゃいで帰ってきてコテーン。それはおばあと一緒。いやいやなんかね、ほんと人間の子供みたいなって思いながら。本当だよね。自分がさ子供の頃もそうだったなって思うのよ、海見てると。なんかああいう落ち葉の中でわさわさ遊んでさ、大はしゃぎして帰ってきたらカーッと寝るみたいな。いやいいんじゃないの、元気に遊べるうちがね。また出せたらと思います。はい、そしたらまた動画にしたいと思います。ということで、うさぎの海チャンネル動画100本記念プレミア配信でございました。でした100本記念ですね。なんか急遽やりましたけどどうでしたまあグダグダな感じはいつもグダグダで、グダグダ以外の回はなかったとは思いますがね、これまでも本当にたくさんお付き合いいただきありがとうございます。てかさ、俺たちがグダグダじゃなくてだいぶこう几帳面にかっちりとした放送やったらみんなが心配すると思うよ。どうしたのって。どうしたのおじい。おかしい、おじいじゃねえおばあだよ。おばあね、いつも一緒に楽しんでいただき、そういえばなんか今回のプレミアでは海ちゃん変装してなかったね。なんか
いつもほら海エモンとかさウルトラマンとかさ、あれってプレミアでやってたんだっけ？あれなんかプレミアでやってた気がする。プレミアでやった回もある、まああるか、まあそれはじゃあ次のプレミアに期待ということで。やんないよあれは別にやろうと思ってやってるわけじゃないんだよ。なるほどねなんとなく思いついちゃうからやるんで実はあれか、また年内もう1本ぐらいはいやろうかなと。っていうか去年年内の最後の最後がプレミアだったので、はいはいはい、初めてのね。そうそう、うん、あれそうか、あれが初めて。あれが初めてで、ね、最初で最後かなと思ったら今年なんか何本も、うん、最初で最後だと思ってたんだいやわかんないけど思ってなかったなるほどね、うん、はい、ということで多分だから最後に指名やるのかなと思ってるんですけど、年内最後の、はい、最後といえばなんだっけ、紅白歌合戦。はい、あ、関係ないね。関係ないね何やんですか？年末の最後は。去年はランキングだったけど今年な同じことやってもなと思うから、どうしますかね。何やんの？きっとおばあがなんか面白くしてくれるんじゃないんですか腕で、おばあの腕でじゃあね、まあだいぶ薄い内容になるか濃い内容になるかはちょっとまだ未確定です防御線張った気がするまた楽しんでいただければと思います。はい、ということで、うさぎの海チャンネルをですね、これからもよろしくお願いします。はい、ご覧いただきありがとうございました。また見てね。バイバイ。